あそこ。こんにちは、はみ肉チャンネルです。今日は山形村上市胎内市から新潟に入っていきます。以前長岡の花火を見に来て以来の新潟、お米とお酒が美味しい場所、楽しみです。とはいえ現在はまだ山形県の海沿い、岩船漁港鮮魚センターで買い物をし、羽越本線を越え、越後関川温泉郷を目指しますが、その途中に素敵なお寺を発見。猿が和尚さんにお経をもらい、その功徳で人間に生まれ変わったという伝説を持つお寺、猿供養寺という別名が残されています。9時半から。だからここに水があるの。すごい時に来ちゃったね。行くんです。奈良時代の天平8年に聖徳太子の直眼により創建され、行基とバラモン正像によって開山。バラモン僧正が釈迦の左岸舎利を安置したことからおつ寺と呼ばれ、後に北方寺に改称されました。国の重要文化財である三重塔をはじめ、多くの歴史的建造物や文化財を有しています。消防の皆さん、寒い中防火訓練ご苦労様でした。水門になってんのかな。すごいね。国道113号線を東へ、越後関川温泉郷を目指します。古くは米沢街道を行き交う人々が集う宿場町だった温泉地、5つの温泉地が点在しています。高瀬温泉は5つの温泉地でも一番旅館数が多く、スナックなどもある温泉街。鷹巣温泉は荒川に沿ってある温泉郷の中で最も上流、荒川渓谷の中に位置する温泉地。ありがたいことに共同浴場がありました。この機会に100円を投入。びっくりするほど大きなブザー音、この音がしないで入ってくるとお金を払っていないなと分かる仕組みらしいです。加水ありの源泉かけ流し、源泉温度が投入段階で50度くらいあるので常時加水。茶色い湯花が舞い、つるりとした鮮度抜群のお湯がどんどんと投入されています。湯温は厚め、44度ぐらいだったかな。この季節にはありがたい温度でした。気持ちよかったですね。綺麗な温泉旅館もあります。閑静な街並みに恵まれた湯沢温泉、吉良温泉から温泉橋を渡っていきます。令和4年8月の豪雨災害により、湯沢温泉を体感できるのは共同浴場のみとなってしまいました。お金を入れると奥のおじさんが出てくる仕組み、ちょっと面白い。小さめな湯船に透明な湯が張ってあります。古くはたるみの湯と呼ばれて皮膚病に効くと言われていました。桂の関温泉には5つ目の温泉として開湯した日帰り温泉、健康保養温泉施設ユームがあります。広い館内にはいろり付きのふれあいホール、64畳敷きの休憩室、大画面で映像カラオケが楽しめるシアタールームなどがあり、ゆったりとくつろげます。男女それぞれに大浴場、露天風呂、サウナなどを完備し、女性浴場にはウォーキングバス付き。
泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩泉。もう一つ驚いたのはこの祭りの写真。例年8月下旬に開催される大したもんじゃ祭り。ギネス認定された2トンの大蛇が約 4km を大暴れするそう。実際のものが見れるというので近くの体育館へ。野球の練習をするような大きな体育館。はじめどこにあるか分かりませんでしたが、よく見たら頭の上。確かにでかい。この大きな体育館の周りを半周以上使ってます。全長 82.8 メートル、太さ 1.2 メートル、重さ2トン。何メーターあるんだろ関川温泉から胎内温泉に向かいます。トロトロの湯が楽しめるホテルがあるそう。ここすごくない？桜。う。あ、本当だ。向こうばっか見てたらすっごい綺麗だ綺よ。麗だね。形が綺麗だね。ね並木の並び方っていうかさ。え、ちょうどほらもうさ、いやーこれ桜咲いた時行きたいね。ホテル。ここだ、すごい立派。いいのこんなとこ行ってっていう感じだけど。門が。なんか門が。おお。すごいな。お城だな。新胎内温泉は旧黒川村によって開発された公営の温泉。だって清掃の人が歩ってるまま横。2001年にロイヤル胎内パークホテルをオープン。村が作ったとは思えないヨーロッパの古城を思わせる超豪華ホテル。タオルはお持ちですか？あ、大丈夫です。はい。後ろのエレベーターから上がりまして2階でございます。はい。はありがとうございます。意外にも日帰り入浴には寛容で丁寧に対応してくれますが、どう見てもお風呂入りに来るところじゃないですよね。い。なんとか式場。すごい。かっこいい。ここなんだろうね。この廊下。エレベーターがどこか分からずうろうろ。違うよね。違うなこっちじゃないよ。違うよ。なんかついつい来た。お風呂は2階、チケットをここに入れて脱衣所へ。広くて綺麗な脱衣所の奥に行くと、大理石造りの大浴場。ゆったりとした洗い場があり、湯船のガラス越しにお庭が眺められます。本格岩風呂で眼前に広々とした庭園を持つ開放感。たっぷりの屋根付き露天風呂。露天風呂からさらに通路を抜けていくと、空の箱舟と名付けられた2つ目の露天風呂へ。胎内川や絶景の山々満天の星空を眺めながら入浴ができます。しかしここに来た一番の理由は泉質。触ればすぐわかるほどのぬるっとした濃厚な高ナトリウム泉。いよいよ新潟市内に入ります。新潟市に行ったら寿司を食べようと決めてました。口コミの評価が良かったここへやってきました。以前通りがかりに入った新潟の居酒屋の刺身も美味しかったので、新潟は魚が美味しいという思い込みがあります。全日本回転寿司 MVP 選手権大会で優勝した職人が在籍するこちら。毎朝市場で買い付けをするこだわりの魚が自慢。自然と笑みがこぼれます。美味しい時はとねだけで会話になるんですね。意外にとっても美味しかったのがこの涙巻き、わさびの海苔巻きです。うまい。これうまい。可愛いけどめっちゃうまい。な。美味しい、本当だね。うまいよね。締めはいつもお稲荷さんです。美味しかったです。やはり新潟の魚は最高ですね。そうだ。よかった。
の日はそのまま道の駅に行って就寝。明日は新潟市内を回ります。旧国道7号である県道3号沿いに昭和の風情がそのまま残る大変貴重なスポット。コインスナックはかつて日本の国道や県道沿いに多く見られました。自動販売が立ち並ぶ店舗。現代のコンビニエンスストアが普及する以前は24時間営業の便利な施設として利用されていました。昔懐かしいアーケードゲームが並んでます。ゲームセンターはかつては不良のたまり場とされ、親には絶対出入りしてはダメと釘を刺されていましたね。確かに。現代ではゲームは自宅で楽しむものが主流になっているので、こういう場所はなくなる一方ですね。NHK のドキュメントにも出てきたレトロ自販機ですね。トーストの自販機、食べたことがなかったので試してみましょう。チーズサンド。あ、ちゃんと稼働します。すごいね。すごいね、この状態で出てくるって、これが入ってるってことだね。おお。すごい。うまそう。開けすごい。すごい自動販売機だ。まあまあまあ。うん。うん。うまい。うまいね。新潟の観光案内に必ず載っているせんべい王国。せんべいの製造工程を見ることができるそうです。新潟は米どころ、おせんべいも美味しいですよね。ここに映像がある。ほら。え？ああ、本当だ。試食をしながら少し待ちます。昔は本物の硬貨を加工していた気がするメダル販売機。すごいキラキラ。せんべい焼きが始まりました。なんと全部手作業だそうです。焼きムラが出ないように場所変えるんだ。自分で描いた図柄をせんべいに焼くこともできるそう。綺麗な大広間の写真が美しくて、ただそれだけで来てしまった北方文化博物館。越後随一の大地主となった伊藤家が自らの財産を寄付し作ったものだとは知りませんでした。最盛期には東京ドーム約300個分の土地を保有していた大地主。戦争の変革期に全財産を寄付しました。こうして今も伊藤家所蔵のさまざまなものを鑑賞することができます。使用人も60人を超えていたそう。
藤家の美術コレクションを紹介するため、季節やテーマごとに企画展を行っているそうです。やはり圧巻なのは大広間。混んでるよ。本当だね。ああ、今日は風呂入ってないねとやってきたここ、どうやら大人気のようです。これなのこれだよ。写真これだったもん。かな。あ、そ女性が喜びそうなおしゃれな建物ですが、おいもいいと評判。疲れた心と体を癒す多種多様なリラクゼーション。食事をとったり仮眠したり、自分のしたいようにゆっくりと過ごすことができます。妻は温泉を満喫したので、今度は私の番、近くの新津温泉に行きます。新津温泉は1951年に石油発掘中に偶然発見され、1954年に公衆浴場として開業した温泉。その歴史は新潟県がかつて日本有数の産油県であったことと深く関係をしています。新津温泉は江戸時代から存在が知られており、発掘中に偶然発見されたというよりも、古くから自然に湧き出す燃える水や煮え壺として認識されていました。17世紀初めにはマガラ2兵が原油の湧き出す場所を発見し、煮え壺と名付けたとされています。そういう場所で石油を掘っていたら出てきた温泉、石油の匂いがしているのも不思議はないですね。発見当初は地元住民がドラム缶で入浴していたと伝えられています。外観はご覧の通り、一般の家、工事現場の事務所かと思うような佇まい。ここが何十年も愛され続けている温泉とは外観からは想像がつきません。油臭がする温泉は何度か使ったことがありましたが、ここは本当に石油の匂いがします。油臭じゃなくて石油臭。これが最初は臭く感じますが、時間が経つとちょっと癖になってくる感じ。地元の方が長年愛用してきたのもうなずける中毒性を感じます。しかも効能が素晴らしく、肌がツルツルになると評判です。近くにほら30年前までは2ヶ月に1回ぐらいです。さらにここには珍しい間欠泉があるとのこと。建物の横から駐車場に向かって吹き出すそうで、10メートル程度も吹き出すそう。大抵は夜に起こるので見るのはなかなか難しいそうです。その間欠泉がこの足元あたりまで優に届くと何メーターあるんだろう。すごい距離届くんだ。地元の方とちょっとしょっぱい温泉に浸かりながら楽しく過ごさせていただきました。石油の町の石油臭い温泉、いいお湯でした。すごい石油の匂いですね。本当に石油の匂いなんだよね。石油の匂いなんだ。ここではここ石油とまではあれだけど。観光案内によく出てくる市場で夕食の食材探し。鮭の匂いがする。美味しそうな魚介がたくさん並んでいます。カニもいいですね。4000円。しかしまさかの豚肉。新潟県産豚肉。肉も豊富に揃っていて案外安価でした。ニンニク、塩コショウと醤油で炒めるのが我が家流。野菜もいただかないと。道の駅で購入した手作り味噌。
そして酒。車中泊ご飯、最初は心配でしたが、これが意外に美味しい。雰囲気ですかね。結構大盛り。うん。車内が霞みますが、外は氷点下なので換気はしません。耐えます。今日も美味しゅうございました。2月10日の苗場に間に合わなくなりそうなので、新潟市内はこれで終わりにして先に進みます。このホテルから見えるんじゃない？